歴史上最大の水陸両用作戦であるノルマンディー上陸作戦、映画などでも有名なオマハビーチの激戦ですが、実はあの朝アメリカ軍の編成や戦術のすべてがベニヤ板で作られた小さな船のサイズによって決められていたという驚きの事実を今回はじっくりと深掘りしていきます。極限状態で兵たちがどう戦ったのか、その真実に迫ります。そもそもノルマンディー上陸作戦といえば、明るい時間帯に迫る兵士たちの映像が知れ渡っていますよね。有名なシーンですね。でもあれだけ被害が大きくなると分かっていて、なぜアメリカ軍はわざわざ日中、つまり昼間に決行したのでしょうか。敵に的にされるだけのように思いますが。実はアメリカ軍自身も最初はそう考えていたんです。1941年に作られた FM31 の5という古いマニュアルがありまして、その古い共犯では敵の火力を避けるために夜間や夜明け前の暗闇に乗じて上陸する隠密行動が推奨されていました。やっぱりそうですよね。暗闇に紛れてこっそり近づく方がどう考えても安全です。しかもそのマニュアルだと、重たい大砲や戦車を上陸の第一波で投入することも物理的に不可能だとされていたわけです。だとしたら、なぜその常識を捨ててまでわざわざ明るい時間帯に変更したんですか？それはですね、状況が激変したからなんです。ドイツ軍が強力なレーダー網を張り巡らせて、大西洋の壁と呼ばれる堅固なコンクリートの陣地を築き上げました。うわー、名前からして怖いですね。はい。こうなると暗闇で隠密行動を取ろうとしてもレーダーですぐに見つかってしまいます。暗闇のメリットがゼロになってしまうわけですね。その通りです。しかもその分厚いコンクリートの陣地を破壊するには、こちらの砲撃や航空爆撃も正確さが求められます。暗闇では味方の援護さえまともにできないんですよ。暗闇は自分たちを隠してくれるどころか、自分たちの目隠しにもなってしまうと。だからこそ敵に見つかるリスクを負ってでも味方の砲撃の正確さを取ったんです。夜明け直後、つまり満潮の約3時間前の中間上陸へと作戦を根本から変更せざるを得なかったんです。ギリギリの選択だったんですね。そうですね。そして味方の砲撃を当てた後、最後にそのコンクリートの陣地の出口をこじ開けるのはやはり歩兵の役割になります。そこで歩兵の出番になるわけですね。はい。そのために特別に作られたのがアサルトチームと呼ばれる部隊でした。このチームの人数は31名の下士官と兵、それに1名の将校の合計32名と厳格に決められていました。32名ですか？なぜ32名という中途半端な人数に分けたのでしょうか。上陸するならもっと大きな部隊ごとドカンと送り込んだ方がパワーも出るのではないですか？もし第一波に求められたのが広大な戦線を面で押し上げることなら、きっとそうしたでしょうね。なるほど。でも違ったと。アサルトチームに求められたのは、統治下と呼ばれる陣地の銃眼に爆薬を放り込むという天の突破力だったのです。かなりピンポイントな仕事ですね。はい。そして何よりこの32名という人数は、彼らを運ぶヒギンズボートの物理的な容積、つまり定員によって決定されていました。先に船のサイズがあって、そこに軍隊の戦術単位を無理やり合わせたということですか？その通りです。軍の編成ってもっと戦略的な理由で決まるものだと思っていましたよ。現実の物理的な制約の方が大きかったということですね。なるほど。このヒギンズボートは全長が約11メートル、重量は約 7.5 トン、速度は時速 16km ほどです。11メートルというと大型バスと同じくらいですよね。はい、そのくらいです。そこに重装備の32名がすし詰め状態で乗り込むわけですから、ボートの中は身動きすらまともに取れないほど窮屈だったはずです。うわ。ちなみにこのボートの作りにも何か特徴があったんですか？はい、最大の特徴は満載時の平均喫水が約1メートル未満と極めて浅いことでした。喫水が浅いおかげで波打ち際ギリギリまで船を進めることができます。これで重装備の兵士が深い水に飛び込んで溺れるリスクを減らせました。ちなみにこのヒギンズボートは日本軍の上陸用舟艇ダイハツを真似て作られたものなんです。へえ。でもせっかく真似るならもっと大きく作ればよかったのではないですか？これはですね、
大型艇ではなく、あえてこの小さなボートをたくさん使うことで敵の砲撃に対する標的を分散させることができたんです。そうか、大きな船が沈めば100名単位で被害が出ますもんね。ええ、リスクを最小限に抑えつつ着岸後も自力で迅速に後進して離脱できた、実に合理的なデザインです。リスク分散と機動力を取ったわけですね。はい。じゃあそのボートに乗り込む30名はただ銃を持った人たちではなくて、その人間のピッキングツールとしてどういう役割分担だったんですか？オマハビーチの第一波を担った第29歩兵師団、第116歩兵連隊のアサルトチームの編成を見てみましょうか。はい、ぜひお願いします。ボート1隻に乗るアサルトチームはボートセクションとも呼ばれました。彼らはただの歩兵ではなく、敵の統治下を破壊するための全てが詰め込まれた自己完結型のパッケージでした。自己完結型。はい。まず6名からなるセクションリーダーとライフルチーム、はい、ライフルチーム。それから鉄条網を切断するチーム、ブローニング自動小銃チーム、バズーカチーム、60ミリ迫撃砲チームですね。まだあるんですか？ええ、さらに火炎放射器チーム、爆破つまりデモリクションチーム、そして衛星兵、これらが全部32名の中に含まれていました。ちょっと待ってください。火炎放射器や爆破って本来は工兵の専門の仕事じゃないですか？ええ、おっしゃる通り、普通はエンジニアの役割です。それを普通の歩兵にやらせたんですか？そうなんです。この作戦では歩兵自身にそれをやらせました。そのために歩兵中隊の兵たちはイギリスでこのためだけの専門教育をみっちりと受けていたんです。しかも当日は全員が導爆線付きの TNT 爆薬を携帯していました。すごい。つまり全員が爆発物の専門家としての訓練を受けていたと。はい。もし専門の爆破チームが機能できなくなったとしますよね。はい。その時は生き残った他のメンバーが自分の持っている爆薬を集めて数珠つなぎにして敵の陣地を破壊する、そのためのバックアップ作戦だったんです。なるほど。さらに別のボートに乗る第三小隊には81ミリ迫撃砲と機関銃が配備されており、小さなグループだけで敵の陣地を壊すための火力が全て揃うように組み上げられていたんです。でも歩兵だけであの強固なコンクリートの壁を壊せるとは難しくないですか？ええ、アサルトチームの火力を補完するために外部の緻密なシステムが用意されていました。ここにも古いドクトリンからの脱皮が見られます。ふむふむ。まずは DD タンク、つまり水陸両用の M4 中戦車です。歩兵が上陸する直前 H アワー-5分に海岸に到着する手はずでした。戦車が海を泳ぐ。はい。鉄の塊がですか？どうやって浮かぶんですか？この戦車にはキャンバス製、つまり布でできた防水スクリーンであるブルマーが取り付けられていました。それを展開することで水をかき分けて浮力を得ながら海をスイスイと泳いでいくというメカニズムだったんです。布のスクリーンで30トン級の鉄を浮かせる。すごいアイディアですね。それが歩兵より先に海岸に着く計画だったんですか？はい。歩兵が上陸する H 時-5分、つまり5分前に上陸し、海岸から直接敵の統治下の銃眼を75ミリ砲で撃ち抜いて歩兵のための盾となり矛となるはずでした。歩兵からすればものすごく頼もしい味方ですね。戦車が敵の目を引きつけて統治下を壊してくれる。他にもサポートはあったんですか？歩兵が敵を制圧している間に今度は戦闘工兵が動きます。満ち潮になる前に海岸に仕掛けられた障害物や地雷を爆破しルートをクリアにする。ふむふむ。そして105ミリ榴弾砲などを含む強力な後続部隊を上陸させる。まるで時計仕掛けのように全てが連動する計画でした。聞いてるだけでワクワクするような完璧なマニュアルですね。しかし本当にその通りに動くものなんでしょうか？残念ながら現実は無慈悲でした。1944年6月6日午前6時30分 H アワーです。クラウゼビッツが言った戦場の摩擦が最大限に働いたんです。何が起きたんですか？最大の摩擦は天候と情報でした。当日イギリス海峡の波の高さは 1.5 メートルから 1.8 メートルにも達する荒れ模様でした。1.5 メートルの波。それって先ほどの泳いでくる戦車 DD タンクにはどう影響するんですか？致命的でした。ある大隊では海に降ろされた32両のうちなんと27両が水没しました。
さらに水陸両用トラックに乗せていた105ミリ榴弾砲も一門を残して全て海の木図になったそうですね。その通りです。さらに工兵が満ち潮になる前に海岸の障害物を爆破するはずだった計画も波と混乱で頓挫してしまいます。つまりアサルトチームを守るはずだった強力な盾と矛が上陸する前に消滅してしまったんです。上陸する歩兵たちは丸腰で敵のコンクリート陣地に向かうことになったと。もうゾッとしますね。そうなんですよ。先ほど情報の摩擦もあったと言いましたが、はい、事前の情報ではオマハビーチにいる敵は機動力のないスタティック師団、つまり移動手段を持たない防衛専用の2軍部隊だと予測されていました。なるほど。あまり強くない敵だと思っていたんですね。ところが実際に待ち構えていたのは激戦をくぐり抜けてきた第1級の野戦部隊、ドイツ軍352歩兵師団だったのです。うわー、最悪のサプライズですね。戦車のサポートもなくアサルトチームが1隻ずつ海岸に近づく。そしてヒギンズボートのランプがバタンと開いた瞬間、その瞬間からマニュアルは完全に崩壊しました。指揮官の多くはランプが開いた瞬間に真っ先に打ち倒されました。うわ部隊を統制するための無線機もおよそ4分の3が破壊されるか水に濡れて使い物にならなくなっていました。しかも波に揉まれて予定のポジションにもつけなかった部隊がほとんどでした。部隊は入り乱れ、兵士たちは海岸の波よけの石垣に身を潜めるのが精一杯でした。そこから動けなくなってしまったんですね。さらに悪いことに後続の戦車用陸艇は海岸の障害物と砲火に阻まれ行き場を失い沖合で右往左往するばかりでした。あんなに緻密に作り上げたタイムテーブルとマニュアルは上陸からわずか数十分で完全に崩壊しました。システムは崩壊し、コマンドチェーンも切れた。援護もない。絶体絶命の状況ですが、最終的にアメリカ軍は一体どうやってこの状況をひっくり返したのですか？完璧なシステムが崩壊した後に残ったのは結局のところ個の力だったのです。無線も指揮官もない中で生き残った将校や兵士たちが自発的にリーダーシップを発揮しました。水浸しになったバズーカや自動小銃、そしてTNT 爆薬を手にその場にいる者同士で少人数のグループを作りました。そして斜面を這い上がり一つずつ敵の統治下を突破していったんです。事前に決められたマニュアル通りに動く歯車としてではなく、それぞれが考え手元にある武器を使って目の前の障害を壊していった。全員に爆発物の訓練を受けさせ TNT を持たせていたことが最悪の状況で生きたわけですね。その通りです。そしてもう一つ忘れてはならないのが前線の混乱の背後にあった巨大な兵站システムの柔軟性です。ほう、兵站ですか？どんな柔軟性があったんですか？連合軍は予定していた早期の港湾確保が不可能だと分かるとマルベリーと呼ばれる巨大な人工港をなんと海を渡って建設してしまったんです。港が奪えないなら海の上に港を作ってしまえと。それは凄まじいスケールのご利用しですね。さらに無茶苦茶なのがドライアウトという荒技です。もともと船体が折れると懸念されていた大型の戦車揚陸艦をあえて潮の引いた海岸に直接乗り上げさせたんです。船が壊れるかもしれないのにそのままビーチに乗り上げさせた？はい。マニュアルや規則をかなぐり捨ててでも強引に車両や物資を揚陸させる手法を現場の判断で標準化させていったんです。いやー、すごい決断力です。海軍と陸軍が一体となって何としてでも前線を支えるという柔軟な対応があったんですね。そして上陸後に内陸に進んだ彼らは当初の計画通りにこの特殊なアサルトチームを解体し標準的な歩兵小銃中隊の編成へと戻っていきました。特殊なオールインワンパッケージはそのワンチャンスの役目を見事に終えたのです。結局、このノルマンディー上陸作戦に向けてアメリカ軍が組み上げたアサルトチームという仕組みから私たちは何を学ぶべきなのでしょうか？アサルトチームの綿密な計画は実際の戦場ではマニュアル通りには機能しませんでした。しかしこのシステムが末端の兵士一人一人に戦力を動かすための専門的な火力、つまりツールを与えそれを使いこなせるように教育をしたという事実こそが最も重要だったのです。マニュアルが破綻して指揮官もいなくなり軍隊がただの個人の集なりに還元されてしまった最悪の瞬間においても兵士たちの手にはコンクリートを打ち砕くためのツールが握られていた。それが彼らを救ったんですね。そして背後では古い戦術にとらわれず
海軍と陸軍が一体となって人工港を作り、艦船を海岸に直接乗り上げさせるという柔軟な兵艦網が作動していました。巨大な軍事システムの本当の姿とは、完璧な計画そのものではなく、最前線の即興力とそれに耐えうるだけの合理的なメカニズムだったと言えます。今回の内容、皆さんいかがでしたでしょうか。もし楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。最後にチャンネルからのお知らせです。ワールドウォー2ギャックでは、一等兵から階級を育てていく月額制のメンバーシップ A 門をくぐるを開催中です。これは月額140円をお支払いいただくと、第二次世界大戦のアメリカ軍の階級章をモチーフにしたカスタムバッジが付与されるものです。コメントの時にユーザー名の横に表示されるあの特別なバッジですよね。はい。登録いただくと、一等兵から始まり、継続期間に応じて昇進していきます。最も高いランクの4つ星の大将までは10年間の継続が必要という壮大な大人の遊びです。メンバー限定動画などの特典はありません。月額140円という純粋なチャンネル支援に対する誇り高き言歴の証明としてバッジを表示いただくというものです。毎月チャンネルで動画を楽しんでいただくとともに、この階級章ゲームをきっかけに10年先まで健康を維持していこうという思いも込められているんです。私たちと共に10年先のジェネラルを目指し、このチャンネルの歴史を刻んでいきましょう。入隊手続きは動画の詳細欄にあるリンクからどうぞ。あなたの入隊をお待ちしています。